皆さんこんにちは、ルカチャンネルのルカです。じゃん。もうこちらはですね、2ヶ月ぐらい前ですかね、UX ラインから登場しましたドランバスターとウィザードロット。本日はね、こちらの2つのベイのね、お話をしていきたいなと思っております。なぜね、今回この動画を撮ろうかと思ったかというと、まずね、皆さんもご存知、大会ではね、このウィザードロットがめちゃめちゃ強いと。もうスタミナでは最強ですよね。それに対抗するように、このね、ドランバスターも小さいお子様や初心者の方にもね非常にもう大人気となっておりまして、僕自身もこの2つのベイのおかげで入賞した映像をね、撮影することができたりと、その恩恵を十分に受けた僕が動画クリエイター兼ベイブレーダー視点でこの2つのベイの感想をね皆さんにお伝えしていきたいなと思っております。もうすでにね 3on3 デッキ紹介とか、あとはおすすめ改造みたいなね、動画は公開しておりますし、もう特徴もね、ご説明済みだと思いますので、この動画でドランバスターとか、ウィザードロットのおすすめのね、改造を紹介するとかではないんですけれども、あくまで僕ってね、YouTube 上でね、レビューをしてる人間に思ってる方も多いと思うんですが、結構イベントがあれば、僕も大会に参加したりと、実際の現場で、ブレーダーさんとお話しすることが結構あるんですよ。その中で例えば同じカスタムであっても、動きが違っていたり、僕の考え方とは全く違うね考え方でカスタムを考えている方がいたり、そんな幅広いブレーダーさんを見ている中で、動画クリエイター視点での、UX ライン2つのベイのね、2ヶ月使用感レビューですかね、本日は行っていきたいと思っております。はい、今回ねこの細かな説明とかするつもりはないんですけれども、ざっくりとねこのベイブレードがどんなベイブレードなのかっていうのを特徴をお伝えしていきたいと思います。ウィザードロット、これはねスタミナタイプのベイブレードですね。今までにないくらい径が大きくて丸いと。で重量が 35g 台で、現時点のラインナップの中では、重量重いですね。当たり前なんだけれども、基本情報は最初にお伝えした上で、早速ね数ヶ月使った上でのね感想をお伝えしていきたいなと思っております。まず1点目ですね。なんといっても、スタミナタイプとして圧倒的に強い。これ正直ね今までのスタミナカスタムで使われていた、ヘルズサイズとか、正直何だったのかなって思わされるぐらい、性能のね差がねかなりついてしまったというところ。カスタムも大体はボールビットですよね。王道はね。である程度ボールビットで使っていて、次にHN ビットとかでも組んだりしてきて、これが結構ねポテンシャル高いんですよね。ボールビット相手でもスピンが取れるし、後半までめちゃめちゃ粘るし、悪くないのかなって思っていますね。あとは相変わらず品薄のラッシュビットですね。ラッシュビットって、アタック系の部類にはね、分類されていると思うんですけれども、持久力が結構あるし、機動力もあるので、アタックベイに対して、結構ね、スピンが取れるんじゃないかなっていうポイント、非常にね面白いなと思っております。あとはラチェットも何が最適かっていうのはなかなか断言しづらいところではあるんですけれども、僕個人的には今360で運用してますね。これあくまでも僕個人のね意見なんですけれども、360の形状だとか、パーツ自体のね厚みが、大型外重心のブレードのこのウィザードロットに、結構相性いいんじゃないかなっていう感想を持っております。逆に960とかだとちょっと軽いので、ブレードのねバランスをよく支えづらいと言いますか、倒れやすい印象ですかね。こういったところっていうのはやっぱね、最終的にはベイを組み上げるバランスだとか、ブレードのね摩耗具合だとか、あとは重量とか、ほんと細かい部分に神経を注いで作っていかないと、ならない部分っていうのがねやっぱり職人技みたいな、そういった部分も実際僕は見てきているので、本当に上手い人たちね、リスペクトと言いますか、芸術的なねこの回転をするウィザードロットにねもうめちゃめちゃ感動してしまう部分っていうのはリアルにあります。こればかりはね短時間で簡単にこなせるわけじゃないし、実はねウィザードロットってめちゃめちゃ奥が深いし、難しいなって思っております。単純にね同じパーツのカスタム構成だからといって、同じ動きにはならないですし、本当にねパーツの個性があるというか、そういったね部分と向き合っていく時間と労力っていうのがね、絶対必要だなと思っております。僕もね先日参加した G3 大会では割とね自分の中では頑張っていた方ではあったんですけども、見事に負けましたね。はい。その後ねいろいろお話しさせてもらう機会もあって、いやめちゃめちゃ考えてるなと。
本当にね、僕も頑張らなきゃなっていうふうに感じましたね。デメリットは結論、上には上がいますので、安易にウィザードロットのボールを使えば上に上がれるかと言われれば、そういったわけではないよっていったところ。ある種ね、それは僕自身が証明してしまっているんですけれども、やっぱりね、本当にしっかり準備してこないと難しいですし、ウィザードロットって、強みである丸い形状がゆえに、まぐれじゃね、絶対勝てないと。正直この UX ラインが出てくる前って、僕もそうなんですけど、結構ねまぐれで勝てちゃいましたみたいな、そんなことなかったですかね。意図せず勝ち点を取れたとか、これはまぐれだろうとか、僕正直運要素が大きいね勝ち方っていうのは、次の大会のねポテンシャルが上がってはいるんだけれども、正直ね前回それで入賞したからといっても、次勝てるかと言われたら、正直ね、自信にはつながってないんですよね。だからこそスピンで勝てるっていうのはもう再現性もやっぱ高いですし、自信につながるというか、ウィザードロットってやっぱごまかしが効かない分、もう負けるときは圧倒的に負けますよね。それはねもう対戦相手との熟練のもう差なので、その場限りでどうにかなるとかね、そういったねことではないので、それならねアタックを使う選択肢も出てくるわけなんですよね。そこで僕が一押しと言いますか、逆転の可能性を秘めたベイ、それがこちら、ドランバスター。はい、こちらねアタックタイプのベイブレードですね。僕自身このベイブレードを使って、何度も負けそうな状況から逆転して勝ち上がれたし、ビジュアルもね最高、本当にかっこいいですよね。この大型攻撃馬の一撃特化で高火力だし、で重量がね 36g もねあるっていうことで、36g もあるっていうことはですよ、ラインナップの中でもやっぱり今コバルトドレイクとかフェニックスウィングに次いで重い重量なんですね。僕のね感想としては、カスタムもね、もちろん大事なんですけれども、ある程度初心者が買ってもう即出しデフォルトで使っても、ある程度ね勝ててるね場面っていうのを僕何度か見てるんですよ。もちろん大前提として再現性が高い低いは置いといて、まぐれでもね勝ち上がれるポテンシャルを秘めてると。それってねベイブレード X から始められた方、初心者の方でも、まぐれでもね勝てたらめちゃめちゃそれは嬉しいですし、大会参加してよかったなって成功体験みたいな形でね、帰っていただけると、その人にとっては一度でも一生忘れられないね思い出になると思うんですよね。このドランバスターをレビューした2ヶ月前から今にかけてすごくね変化が起きてるっていう、これはねもちろん大会でね使用されるベイブレードが大きく変化したっていうわけだけではなく、僕動画クリエイターとしてはありがたいことにチャンネル登録者数がねめちゃめちゃ増えてきたっていう体感もありますし、もうこの数ヶ月でもう大会への参加者が爆発的に増えてきたと。動画クリエイターとしても、状況の変化があったということはね、お伝えしていきたいなと思っております。はい、今回ねこの2つのベイブレード、本当にざっくりと、ディティールとかねお伝えしてないんだけれども、もう僕はこの UX ベイが、ますますねベイブレード X を盛り上げてくれて、僕自身もねさらにベイブレード X の沼にね、入り込んでしまったっていう感想でちょっとあれなんですけれども、そのくらい細かいところは伝える必要がないくらいシンプルにこのベイブレード X が最強だったぞっていう感想でした。はい、ということで本日、こんな感じで、UX ラインからねドランバスターとウィザードロットについてね、2ヶ月使用してみたねこのレビューをねお伝えしていきましたけども、皆さん本日の動画いかがだったでしょうか。はい、という感じでね、本日この辺で動画終わりにしていきたいなと思っております。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報から商品レビュー、それからイベントに行った際の映像、そしてシネマティックなベイブレード X の映像表現もやっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャー。